はいどうも、キスケです。今回は限定 S ランクキャラクター、レクイエム、性能解説やっていきます。レクイエムは闇のキャラクターで、表性能の高いメインアタッカーです。悪夢というデバフを敵にばらまき、持続的にダメージを与えることに長けています。ダホディールに次ぐ闇のキャラクターで希少性もありますし、ビジュアルの破壊力がすごいんで、引く人も多いことでしょう。今回はそんなレクイエムの使い方、性能、おすすめの凸、おすすめ装備など分かりやすく解説していきます。よければ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。それではレクイエムの性能解説をやっていきます。まずレクイエムを使う上で大事なのが悪夢というデバフ。敵の体力バーの下で確認できるこのアイコン、これが悪夢です。悪夢は通常攻撃、バイレールスキル、EX レール集結と全ての攻撃で付与できます。悪夢が付与された敵は毎秒闇のダメージを受け3秒間持続、最大10スタックまで付与可能です。つまりレクイエムはできるだけ表に出続けて敵を攻撃し、できるだけ悪夢を途切れさせないという立ち回りが必要になります。通常攻撃は最大5段、敵に闇のダメージを与え、敵に悪夢を付与します。レクイエムは2種類の通常攻撃を持っていて、標準ボタンを押すことで遠距離と近距離を切り替えることができます。これが遠距離攻撃、これが近距離攻撃ですね。戦う敵に合わせて切り替えていきましょう。そしてレクイエムは通常攻撃を長押しすることで標準状態に入るんですけど、この状態で敵に攻撃すると、なんと敵の戦闘スキルを習得することができます。これ面白いですよね。習得したスキルはバイレールスキルで発動できて、スキル画面で忘れさせるか新たに上書きするまで残り続けます。これはボスのスキルを習得する方がお得なんじゃないかって思っちゃうんですが、どうなんでしょうかね。ちなみに習得したスキルは育成画面からいつでも切り替え可能です。一度でも習得すれば切り替え可能となるんで、レクイエムをゲットしたその日はスキル習得の旅に出るのがいいかもしれません。お次はバイレールスキル。敵のスキルを習得していない状態で発動すると、範囲内の敵に闇のダメージを与え、悪夢を付与します。さらにバイレールスキルを発動した後に通常攻撃を発動すると、通常攻撃の5段目が発動します。そして敵のスキルを習得してからバイレールスキルを発動すると、習得したスキルを発動します。しっかりと敵の姿に変わって攻撃してますよね。さらに敵のスキルを習得した状態でバイレールスキルを発動すると、レクイエムの攻撃力プラス習得した敵の攻撃力の一定パーセント分増加します。習得してからバイレールスキルを発動した方が火力が高いということですよね。じゃあ敵のスキルを使った方がお得じゃんと思うかもしれませんが、この敵のスキルをバイレールスキルで発動すると悪夢を付与できません。なので臨機応変に使い分ける必要があります。お次は EX レール集結。レクイエムの EX レール集結は通常攻撃同様2種類あって、まず通常攻撃が近距離の状態で集結を使うと、トラックを召喚し敵に闇のダメージを与え、悪夢を最大5層付与します。通常攻撃が遠距離の状態で集結を使うと、車を解体し敵に闇のダメージを与え、悪夢を最大5層付与します。ちなみにダメージはほぼ変わりません。遠距離で使う集結の方が1桁パーセントほど高いんですが、まあ誤差みたいなもんですね。サポートスキルも見ていきましょう。サポートスキルでは異能連環の疾患を強化。疾患の発動時、敵がすでにブレイク状態の場合、追加で攻撃力の 400% に当たるダメージを与えます。疾患は闇異能、魂異能、呪い異能キャラクターが揃うことで発動できる効果で、その効果も強力ですから、レクイエムでパーティーを組むときはその3属性は必須かなと思います。もう一つのサポートスキルは
バイレールスキルのクールダウン中に通常攻撃を5回使用すると、バイレールスキルの使用回数を1回獲得します。なので戦闘が始まったら、バイレールスキル発動、通常攻撃5回、またバイレールスキル発動という動きが強いんで、ローテーションに組み込んでいきましょう。というわけで以上がレクイエムの戦闘性能です。様々な攻撃で敵に悪夢を付与し、持続的にダメージを出すことに長けたメインアタッカーですね。中でも面白いのが、敵のスキルを丸々使えるところ。習得するスキルによってダメージも発動時間も違いますから、好みのスキル、強いスキルを探す楽しみもあります。しかもレクイエムはシティスキルや探索性能も優秀です。このまま続けて見ていきましょう。まずはシティスキル。シティスキルはカフェに関するものが全てです。デザートを陳列すると単価が上がったり、食材の消費速度が下がったり、さらに店長スペシャルで特別メニュー、特製トマトジュースを作成できるようになります。カフェ経営はレベル40を超えると食材の調達も不要になる不労所得ですから、ありがたいシティスキルですね。さらにですね、なんとレクイエムを採用して肉球大強盗に挑戦すると、最大 20% も獲得ファンスや肉球スタンプが増えます。これは激ヤバ性能です。周回がめちゃくちゃ楽になりますし、もうこれ目当てで引いてもいいぐらいなんじゃないかなって感じます。そして探索性能も破格。レクイエムは回避ボタンを長押しすることで、なんと空を飛べます。飛べる距離や高さは大したことないんですが、例えばちょっとした壁を乗り越えたりとか、ネズミ返しがついている建物に登りたいみたいな時に重宝します。ちょっと高いところにあるオラクルストーンを取るときとかめちゃくちゃ便利です。ここからはレクイエムの育成解説やっていきます。まずスキル育成優先度なんですが、 EX レール集結が最優先、時点でバイレールスキル、時点で通常攻撃、時点でサポートスキルです。とは言っても前半3つ、集結、バイレールスキル、通常に関してはほぼ差がありません。レクイエムの核となる悪夢による持続ダメージは通常攻撃のレベルを上げることで上昇するんですごく大事ですし、 EX レール集結もバイレールスキルも表で長く戦うメインアタッカーということもあって重要です。大変ですが前半3つに関しては最優先でレベルを上げましょう。続いておすすめ小判について。最適はモチーフ小判最後のバラ。攻撃力とクリティカル率が上昇し、装備者が継続ダメージを与えるたびに暗極というスタックを1つ獲得します。これはクリティカルダメージを上昇させるスタックで、3秒間の継続最大10スタック獲得できます。さらにこのスタックはバイレールスキルを発動することで即座に10スタック獲得可能で、ブレイク状態の敵に装備者がダメージを与えるとブレイク状態を延長する効果まで持っています。さすがモチーフ小判ということもあって性能もりもりです。余裕がある人はモチーフ小判を引きましょう。代用小判に関してはダフォディールのモチーフ小判漆黒の青春妄想。味方がサポートスキルを2回発動することで進化を発揮するんで、表でずっと殴っていたいレクイエムと少し噛み合いませんが、それでも魔の書のバフは強力です。ローテーションに少し工夫はいりますが、しっかりと強いんでモチーフ小判を引けない人は装備させましょう。漆黒の青春妄想もダフォディールに装備してて使えないという人は A ランク小判のひらめきデスゲームもしくは輝かしい日々を装備させましょう。続いておすすめギアについて。最適コアはディアボロス。2セット効果で闇異能ダメージプラス 10%、 4セット効果で敵の闇異能ダメージ耐性を 12% 無視。装備者が安静または濁念の発動に関与すると無視する効果が 24% まで増加します。おすすめメインステータスは闇異能ダメージ、時点でクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点で攻撃力パーセント。
サブステータスはクリティカル率またはクリティカルダメージ、時点で攻撃力パーセント、時点で汎用ダメージになります。モチーフ小判を装備するならクリティカルダメージはある程度確保できますから、クリティカル率を優先的に持って、モチーフ小判を装備しないならクリティカル系のステータスをバランスよく持っていきましょう。それではレクイエムを使ったパーティー編成例を見ていきます。最適編成は闇異能、魂異能、呪い異能をバランスよく採用し、異能連環の疾快を発動させるパーティー。レクイエム、ダフォディール、ファルディーヤ、サキリです。サキリが味方全員に攻撃力アップのバフを配り、表でガンガンダメージを出すレクイエムをファルディーヤが守り、バイレールスキルの強化やレール反撃といった条件が揃ったタイミングでダメージを出し、敵をブレイクするダフォディールと、とてつもないバランスでめちゃくちゃ強いです。現状どのコンテンツで使っても最大限ポテンシャルを発揮してくれるでしょう。入れ替え候補としてはハニヤ、エドガー、バイザンです。やはり疾快を発動させるために闇異能、魂異能、呪い異能の3属性は欲しいんで、それに当てはまるように入れ替えていきましょう。ファルディーヤがいないならハニヤ、サキリがいないならエドガーやバイザンみたいな感じですね。そして3パーティー目はほとりを採用した面白い形。疾快を発動させるための3属性はそのままに、バイレールスキルの記録と時止め集結で瞬間火力を上げた編成です。このパーティーを使う場合、レクイエムのバイレールスキルをボスから習得しておくといいと思います。ボスのスキルは強力な分モーションがちょっと長いんで、それをほとりで記録してぶっ放すというのは理にかなってると思います。ほとりでバイレールスキル、他のキャラクターもバイレールスキルを打って記録、最後にレクイエムをつなげてほとりの集結がたまるまでの間表でダメージを出す、そんなローテーションで使っていきましょう。それではサクッとレクイエム使って実践の方やっていきます。まずはダフォディールでファントムシフトを獲得、即座にサキリに交代して EX レール集結で攻撃力をバフしていきます。あとはレクイエムを表に出してガツガツ殴っていくっていう、そういうシンプルな立ち回りですね。一応敵の体力バーの下を確認して悪夢が10スタック溜まったら異能連火を狙っていくみたいな、そういう形で全然問題ないと思います。今回は敵の攻撃に合わせて、レール反撃が成功したんでダフォディールを出していくっていう、そういう形ですね。あとは適当にファルディーヤで殴ってっていう、ここファルディーヤ出さなくてもよかったかなとは思ったんですけど、なんとなくチーム全体で戦ってる感を出したくてすごくつまらない、理由ではあるんですけど、こういう感じで割とね、あまり考えなくても、立ち回りに幅を持たせられるというかで、特にねレクイエムを一突して覚醒効果の6を獲得してる人はもっとね立ち回りに幅ができるんですよね。もうほんと敵のブレイクに合わせて疾快を発動させるとか、そういう動きができるんでね、また後ほど覚醒効果に関してはちょっと解説していくんですが、ちょっとね6突の恩恵はものすごくでかいっていうことをあらかじめ話しておきます。それでは覚醒効果とおすすめ覚醒を解説していきます。まず1突、レクイエムが付与する悪夢のダメージ倍率プラス 50%、 非常にシンプルな効果ですよね。続いて2突、レクイエムがサポートスキルで出撃時自身の余ダメージプラス 15%、 こちらもシンプルな効果です。続いて3突、通常攻撃の5段目が敵に命中すると敵に付与されている全ての悪夢効果が一括消費されるようになります。これは悪夢が溢れるのを防いでくれる効果ですよね。レクイエムを使ってるとわかるんですが、悪夢が結構溢れます。それを一括消費で解消してくれるということですね。悪夢が無駄になることがなくなりますし、
効率よくダメージを与えられるようになると、そう考えると非常に優秀です。続いて4突。レクイエムが付与する悪夢の持続時間が6秒に延長されます。もともと3秒なんで倍になりますね。続いて5突。敵が治療を受けても悪夢が消費されなくなり、同時に悪夢のダメージ1回分の 200% 分敵の HP 上限を削ります。これは HP を回復するような敵に有効です。今後増えてくるんでしょうかね。最後に6突。レクイエムが敵のスキルを習得した状態でバイレールスキルを発動すると、それから5秒以内に安静、濁念、疾患の異能連関を起こせるキャラからレクイエムに切り替えた場合、連関値を貯めることなく即座にサポートスキルが発動し、対応する連関が発生します。はい、これが最強ですちょっとね、説明が複雑なんですが、主人公の即時連関をイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。主人公はバイレールスキルを打つと連関値が溜まっていなくても味方のサポートスキルを発動できますよね。それがレクイエムでも可能になります。例えばレクイエムがバイレールスキルを発動、その後サキリに入れ替え、その後またレクイエムを表に出す。これを5秒以内に行えばサポートスキルとともに異能連関の濁念が発動します。疑似即時連関みたいなことができます。これはね、マジで強いですし、一突したなら確定でこの効果を取るべきです。そしてこれら全ての覚醒効果を解放すると、レクイエムの余ダメージが敵の防御力を 10% 無視するようになります。貫突の恩恵は少なめですかね。おすすめ覚醒効果に関しては6突が最優先、時点で4突、時点で1突、時点で3突、時点で2突、時点で5突です。とにかく6突が最優先。闇のキャラクターが即時連関みたいなことができるということは、主人公みたいにいろんなパーティーに引っ張りだこになりそうですし、例えば今後闇異能を絡めた異能連関、濁念とか安静をめちゃくちゃ強く強化してくれるキャラクターが実装した場合、一突レクイエムをとりあえず採用しとくかぐらいには汎用性が上がると思います。本当におすすめ。覚醒効果が分かったところで、モチーフ小判か一突、どちらを優先すべきか解説します。結論から言うと一突が優先です。それも結構ぶっちぎりかな。もちろんモチーフ小判を獲得しないとクリティカルダメージがあまり漏れず、レクイエム自身の火力は落ちますけど、まあダフォディールの小判で代用できたりとか、今後追加される小判でも相性がいいものが実装されるかもしれません。それに反して6突は解放することでキャラの仕組みが変わるんでね、即時連関のような動きができるかできないかでは全然違います。特におすすめな人はレクイエムを長く使いたい人ですかね。レクイエムは役割がメインアタッカーなので、やはりインフレに飲まれやすい立場にあると思います。それを一突することで回避できる可能性が跳ね上がります。以上のことから長い目で見ると一突の方が優先度が高いんじゃないかなと思ってます。それでは最後にレクイエムを使ってみての感想、強み弱み、どんな人におすすめかを話していきます。まず強みとしては、継続的にダメージを出せる闇異能アタッカーだということ。レクイエムは NTE で貴重な闇異能キャラクターで、しかもメインアタッカーです。主人公と対となる位置にいますし、今強いと言われているナナリとパーティーメンバーが全く被りません。早いもんで NTE はすでに2パーティー要求してくるコンテンツがありますよね。なのでナナリとは別にがっちりとしたパーティーを組めるようになるというのを考えると、めちゃくちゃ優秀なことがわかります。そして将来性があるということ。レクイエムを一突した場合、主人公と同じく即時連関のような動きができます。しかも闇異能でね。ということは今後闇異能キャラクターと発動できる濁念とか
安静を強化するキャラクターが実装されれば活躍する可能性があります。今の環境は光異能と霊異能で発動する創生がめちゃくちゃ強いですよね。それが闇異能でも起こり得ます。もしレクイエムの火力が環境に追いつかなくなったとしても、一突効果を目的に活躍する可能性があります。以上のことを考えると将来性があると言ってしまえると思います。さらに言ってしまえば、レクイエムは敵のスキルを習得できますからね。今後習得できるスキルが増えていくのかというのは分かりませんが、もし増えていくならここも将来性ポイントです。さらに探索性能も唯一無二です。レクイエムは飛べるわけですから、ちょっとした壁とかネズミ返しになっている建物とか登るのにすごく便利ですし、取るのに苦労するオラクルストーンとかもサクッと取れちゃいます。探索が快適になるのは間違いないですね。逆に弱みとしては突依存度が高いですね。これは覚醒効果の解説の時にも言いましたけど、6突効果を取るか取らないかで全然変わってきます。ただ勘違いしてほしくないのが、無突レクイエムは弱いのかって聞かれるとそうじゃないですからね。火力は7里級で、さらに闇異能キャラクターのメインアタッカーですから、無突でも確保をおすすめできます。できれば1突して役割を増やしてあげた方が将来性はあるよねというお話です。以上のことを踏まえてどんな人におすすめなのか。まずレクイエムが推しだという方、コスチュームもめちゃくちゃ凝ってますし、何より可愛いですよね。ファンも多いでしょうから、好きだから引くでも問題ないくらい強力なキャラクターです。次に2つ目のパーティーを作りたい人、ナナリとかチーちゃんを育成してて2パーティー要求されるコンテンツに挑んでいきたいみたいな人はレクイエムがうってつけです。今活躍してるナナリやチーちゃんとは属性が真逆にいるキャラクターで、かつメインアタッカーですから、引いて損はないと思います。最後に将来性に期待できる人、ナナリにほとりが来たように今後ダフォディール以上のサブアタッカーが来るかもしれませんし、一突さえしていれば疑似的な即時連関で活躍するかもしれません。パーティーを組んでみるとわかるんですが、工場 S ランクとか A ランクが中心に採用されてますから、伸びしろはあるでしょうね。以上のことを踏まえて引くか引かないか検討してみてください。いかがだったでしょうか。今回は限定 S ランクキャラクターレクイエム性能解説でした。敵に悪夢を付与して継続的にダメージを出し続ける表性能の高いキャラクターでしたね。本当パーティーメンバーが7里と被らないんで、2つ目のパーティーにうってつけですし、もし7里を引いていない人はここで限定メインアタッカーを引いとくべきじゃないかなと思ってます。めちゃくちゃ強いキャラクターなんでね、おすすめできます。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。